どうしたんですか？肩上がってないじゃないですか。肩が上がらないんです。肩上がんないの？40肩50肩かな。まだちょっと早いよね、はい、30肩かもしれないですねということで本日は肩が上がらない、どうしよう肩が上がらない、40肩50肩だけではないんですよ。キーガン頚椎小性筋萎縮症というお話をしたいと思います。皆さんちょっとこう聞き慣れないから敬遠ってなっちゃうかもしれないんですけれども、ちょっと覚えておいてほしいんですよね。なぜならやっぱ肩が上がらないっていうよくあることじゃないですか。はい、まだね若いからそこまでじゃないかもしれないけど、それでも痛くて肩が上がらないってありますよね。あとお父様お母様ぐらいの年代になると40肩50肩肩が上がらない、おばあちゃんおじいちゃんになるとより一層肩も固まっちゃって全然動かないみたいな形になるかと思うんですが、そんな時に肩が上がらないのが肩だけの病気と思わないでくださいっていう話を今日はしたいと思います。結果から言うとその病気の正体はこの頚椎小性筋萎縮症なんですね。首の神経が原因ですよっていう話です。そもそも神経って何をしてくれてますか？運動を司ってますね。あと感覚、はい、こういった運動神経感覚神経、もちろん脳から出て脊髄神経になって、そこから頚神経という首の神経になって、その頚神経が肩から腕から首すくめからいろんなことをしてくれてるわけですけど、それらができなくなってくるとどうなるかっていうと、見た目にこの筋肉っていうのが力こぶ入らなくなって筋肉が萎縮痩せてきます。見た目にも悪い側の筋肉は痩せてて、いい方の筋肉はしっかりとモリモリしている、この差が筋肉の萎縮、つまり筋肉の痩せですね。はい、このような痩せてしまう状態になることを萎縮症と言います。はい、でこの病気には2つのタイプがあります。筋位型と円位型。これ近い遠いどこのことを言ってるかっていうと、首から腕の中で近いあたりと遠いあたりを言ってるんですよ。このどこが痩せてくるかによって2つにタイプが分かれています。首から近いところらへんで筋肉が落ちてくるとキーガンタイプ、遠いところで落ちてくると平山病ということで、こちらはちょっと若年性若い人に多いんですよね。で特に手がだらりん上がらないっていうこういう形になってくるんですが、キーガン型の方はこの辺がやられますから、肩が上げられないということになってくるんですよ。はい、では改めてキーガンタイプ。キーガン何を思い出します？なかなか聞き慣れない言葉です。ですよね。ピーマンとかね、本当なんかガンダムとかね、なんかそういうロボット系みたいな野菜系みたいな感じしますが、キーガンです。はい、このキーガンの特徴を申し上げます。肩が上がらないんですよ。でもあんまり痛くないんですよ。最初ちょっと痛かったりもするけど、そのうちも全然痛くない、ただ単に上がらないっていうことが起こります。なのでこうやって人が上げてあげると、医者が上げてあげると上がるんだけど、自力では全然上がらない。2番、拘縮はない。カッチカチに固まっちゃって、40肩50肩ほったらかすと冷凍庫に入れた肩みたいに凍結型っていう、もう冷凍庫型になっちゃうんですけど、そういうふうにはなんないんです。肩が固まるわけではない。だから上げてあげると上がる。だけど自力では上がらない。面白いですね。3番、首の神経のサインがあります。例えば、首の5番6番から起こること結構多いんですけど、ずっとこう肩から腕のあたりに来るので、そこがしびれたり、角度によってはビリビリビリって放散痛、電気が走るような感じが起こったりっていう首のサインが同時に起こっていることがあります。最後に肩の病気をきっ
ちりと否定する、鑑別することによって、いよいよ首の病気だね、首の萎縮症だねっていうことが確定診断できます。そのためには、超音波検査や MRI 検査、何よりも肩や首の専門家に見てもらうことが必要です。はい、先日で当院にもこういう患者様いらっしゃったんです。何人かいらっしゃったんですけれども、本当にある日突然肩が上がらないで、上げようとしても自力では上がらない、その方はちょっと両足だったんですけれども、でも上げてあげると上がるんですよ。でその方すごく困ってたのは、やっぱ肩が上がらないからお茶碗持てないんですね。はい、こうやってお茶碗を口まで持ってくることができないわけです。三角筋っていう筋肉と上腕二頭筋っていう力こぶの筋肉やられることが多いので、まさにこうしてこう持ってくることってできなくなっちゃうんですよ。だからお茶碗洗えない、髪の毛が溶かせないってこともおっしゃってました。でどうするかっていうと、娘様がお食事を食べさせてあげるっていうことがあって、とても困ってらっしゃった。こういった方、この方なんかは肩の検査をしたら、実は肩の検査も異常があったんですよ。腱板っていう筋がすごく傷んでた。一方で首の MRI を取ると5番6番に大きなヘルニアがあったっていうことで、肩も首もやられてるから非常に迷った診断が難受したっていう患者様でした。なので本当に専門のチーム、専門の先生が見て、いろいろな検査をした上で最終的に診断がつくという首の障害、名前がちょっと特徴的、ピーマンでもなくガンダムでもなくキーガンタイプの筋萎縮症っていうことをちょっと念頭に置いといていただくと、なかなか診断がつかなかった時に、なんか YouTube で見たな、やっぱり首と肩専門医に見てもらおうっていうお気持ちになれたらよろしいかと思います。焦らずに、肩が突然上がらなくなっても焦らずに専門家を訪ねてください。はい、キーガンタイプでした。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。